どうも皆さん、カイトです。今回はクリアしていて単独紹介していないインディーゲームを4本紹介します。このシリーズも知らぬ間にボリューム4ですね。ボリューム1からボリューム3も色々と紹介させてもらってるんで、見ていただけると最高です。いつもの何々風紹介とは違い、ラフな感じで作成しておりますので、ゆるく見てもらったらなと。では、早速やっていきましょう。1本目、デス・オア・トリート。2023年5月12日に PS4、Xbox、Steam でリリースされた作品で、Have a Nice Death の雰囲気にとても似ているハクスラ系ローグライトアクションで、最初に言うんですけど、結構面白かったです。倒産寸前のゴーストマートのオーナーであるスケアリーが、商売を回復させるためにフェイスブーの流通経路を破壊しに、バチ切れながら突撃していくお話。手書きアートの可愛らしい幽霊ちゃんが、バッサバッサと切りながら、ハロウィンに出てくるお化けたちをとっちめるだけなんですけど、ぶっちゃけると、爽快感がないHave a Nice Deathと感じてもらえたらいいです。画面では爽快に動けてるようには見えてると思うんですけど、どっしりと構えて攻撃をぶち当てるスタイルのプレイング。これが癖が鬼強くて少し厄介でした。拠点では武器の作成や魔法の呪文作成、さらにはデスった時に持ち帰ることができるカラスロットの補充などができます。ゲームにはローグライト要素が含まれてるんで、ステージごとに異なる場面を楽しむことができますが、パターンの数は限られているため、覚えゲーっぽさもあります。道中のスキルバフやドリンクによるランダムバフも重要になってきます。また敵が大量に出現するところで武器で無双し、魔法弾をぶっ放すハクスラ要素は非常に面白かったです。クリアとしては13時間はかかったんで、バチクソに難しいのも特徴。ダッシュによる回避はすり抜けではなく、もろにぶつかるとダメージを受けてしまうため、そこが難易度を大幅に上げていましたね。個人的にはこの理不尽な当たり判定含めて嫌いじゃない。キャラクターのお化け感やステージのハロウィン雰囲気が好きな方は、ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。デス・オア・トリートはスイッチ以外の各今週まで配信中です。2本目、テスラグラッド2。2023年4月20日に任天堂スイッチ、PS4、Xbox、Steam でリリースされた物理演算パズルアクションです。まさか2が出るとは思ってなくて驚いたのもあって、前作は単独でも紹介してるんで、良ければ概要欄からご覧ください。クリアした感想としては、前作よりもずっと面白かったですね。いやー、キャラデザのレベルアップも言うことないんですけど、何よりもメトロイドバニア要素を取り入れたパズルギミックが好みでした。故郷へ帰るために、飛行船に乗っていたルミナが不時着し、廃墟の塔を探索します。おなじみの磁力を使った移動は健在ですが、敵への攻撃モーションが全体的に増えたことが特に良かったですね。またスライディングでの高速モーションによるゲームスピード感も爽快で、以前の操作性の癖はかなり改善されていました。ボスを倒すたびにスキルも増え、探索領域も増えていくマップもメトロイドバニアの醍醐味も味わえます。一瞬のミスでデスしてしまっても、リットライの速さがストレスを感じさせないのもええやんけと。物理演算パズルアクションを気軽にプレイしてみたい方はいかがでしょうか。2からでも全然おすすめできる。テスラグラッド2は各プラットフォーマーで絶賛配信中です。3本目、剣と骨2、ソード&ボーンズ2になります。2023年7月6日に任天堂スイッチでリリースされた、剣の乙女ベアトリスが王国を救うために悪に立ち向かう 2D アクションですね。Steam でのリリースは知ってたんですけど、今週まで降りてくるのを待っていたら、つい先日に突然ポッと出てきました。ちなみに前作はこちらで紹介していますんで、参考までに概要欄からご覧いただけると幸いです。前作の剣と骨では、攻撃と魔法の2つのパターンでプレイし、難易度が非常に高かったんですけど、本作では闘神が少し上がってから盾という防御が追加されました。これが難易度が大幅に下がり、プレイ環境が改善された印象ですね。正直に言って今作の方が面白かったです。1箇所のエリアにステが10面ぐらいあって、1つのエリアに約10面のステージがあり、各面ごとにトロフィーや王冠のコンプリートを楽しむことができて、お金で分かりやすい特殊能力を購入することもできます。英語なんですけど理解しやすかったですね。ボス戦も最初は何度もやられながらも倒しやすいパターンになっているため、誰でもクリアできる点がいいかなと。 SFC 感あって非常にやりごたえがありました。ですが新エンドのルートのここの場面で 120% フリーズするんで、そこは残念。10
回リセットしましたが、一瞬盾を構える動作ができるだけで全く動けませんでしたね。これがなかったら単独で上げようかなと思っていたのですが、しょうがない。アップでは入らないと思いますんで、興味のある方は Steam でプレイすることをお勧めします。王女になって王国を救おう剣と骨2は Steam、Nintendo Switch で好評配信中です。4本目、ブランブルザ・マウンテンキング。2023年4月27日に Nintendo Switch、PS4、Xbox、Steam でリリースされてて、以前から気にはなってたんですけど、タイミングよく Xbox ゲームパスに来たのでクリアまでプレイしました。いや、めちゃくちゃ面白かったですね。インサイドやリトルナイトメアのような雰囲気を感じつつも、北欧神話にインスパイアを受けている世界観がテンション爆上がりでした。主人公のオーリがさらわれたお姉ちゃんを探しに森をさまようお話と単純ながらも、部分で語られる神話が色々と恐怖を駆り立ててくるのが好き。インディーゲーでありながらも定価が4000円超えてくる高さなんですけど、ビジュアル、ストーリー、パズルギミックなど文句なかったんですよね。特に不思議な生物やトロールの恐ろしさ、そして魔女との戦闘シーンのリアルな描写は感動的で、たまらないほどやべえ魅力的でした。カメラワークも工夫されてるのも良くて、一部見えにくいと感じる箇所があっても、設定上の意図がめっちゃ伝わりましたね。パズルギミックに関しても、物を動かす単純なものから、ボス戦と思われる場所での戦闘ギミック、さらには突然の逃げイベントなどやってくれてます。ストーリー途中で語られる中でも、最後にはしっかりと伏線が回収されているため、理解しやすかったですね。クリアまでは4時間半ほどのサクッと具合なんで、物語の一部に入り込んだような世界に浸りたい方はぜひプレイしてみてください。ブランブル、ザ・マウンテンキングは各プラットフォーマーで好評配信中です。インディーのクリア作品は4本紹介しました。まさかの続編が出て興奮しましたが、剣と骨2のバグで絶句する。今後も色々とカイト好みのゲームがリリースされるんで、相変わらずマニアックな作品をプレイしていこう。ちなみに今一番楽しみにしてるのがブラスフェマス2です。無印がありえないぐらい面白かったんで、2になっても鬼畜っぷりを体験できるか楽しみにしたい。よければ皆さんもインディーの世界にずかずか足を踏み込んでみてください。きっと意味不明のゲームが面白かった時の衝撃でインディーの沼にはまってしまうこと間違いないですよ。このチャンネルではインディー作品を中心におすすめのゲームを一通りクリアして紹介しております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではでは、またの機会に。カイトでした。